本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。そしてインターネット中継をご覧の皆様、お待たせいたしました。ただいまよりヤマダインフラテクノスプレゼンツ G1 クライマックス33の一夜明け記者会見始めさせていただきます。進行私清野茂樹でございます。さて、会見のスタート、まずはですね、海外大会決定についてご案内させてください。イギリスのロンドンにてロイヤルクエスト3の開催が決定いたしました。今年はですね、現地時間10月14日の土曜日です。会場はカッパーボックス。チケット情報などは決定次第新日本プロレスのオフィシャルサイトにて発表させていただきます。どうぞご期待ください。さあ、それではですね、お待たせいたしました。昨日6年ぶり3度目の G1 クライマックス優勝を果たしました内藤哲也選手をお迎えしております。では優勝から一夜明けて内藤哲也選手現在の心境など改めて聞かせてください。よろしくお願いいたします。ロス・インゴベルナーブレス・デ・ハポン内藤哲也です。優勝決定戦から一夜明け、もちろん体の節々はもちろん、でも一番ダメージがあるのはやはり睡眠不足ですかね。土曜日の両国大会、そして日曜日の両国大会、今日の会見と3日連続で早起きさせられ、もう寝不足マックスですよ。こんな状況でモーニングコールをくれた新日本プロレスの社員さんに感謝しますよ。あなたのしつこいほどの電話でなんとか起きれることができましたよ。とりあえず、6年ぶり3度目の優勝、もちろん出場している以上全員が優勝を目指しているわけで、優勝できたことすごく嬉しかったですし、俺の中で G1 クライマックスって言ったらやっぱり真夏の両国っていうイメージが強かったので、真夏の両国で開催される G1 クライマックス優勝決定戦、しかも歓声ありの状況での G1 クライマックス優勝、そして試合後でポーの大合唱、めちゃめちゃ気持ちよかったです。もう俺としてはいい夏を過ごせたかなと思いました。以上でよろしいですか。はい、はい、それでは質疑応答を受け付けたいと思います。今日は囲み取材の予定ございませんので、この機会にご質問ください。それではご質問ある方、挙手お願いします。はい、どうぞ。はい、G1 優勝したということで、通年通りでしたらこれで 1.4 東京ドームの道が開けたという形になると思うんですけども、内藤さんの中ではもうこれでもう東京ドームへの切符を手にしたということでよろしいでしょうか。あまり俺よく分かってないんですけど、挑戦権利書ってどうなったんですか？今現在どうなってるんですか？一応去年廃止されたという。なるほど。っていうことはもう俺は東京ドーム決定っていうことでいいんですかね？俺的には今のところそういうつもりでいますけどね。もう俺は東京ドームのリングに上がれるんだ、東京ドームのメインイベントに戻れるんだと、俺はそういう気持ちでいますけどね。あとその試合後に一人、はい、その一つ関門的な部分はいでジェフコブ選手いらっしゃいますけど、これに関してはただ挑戦権利書ってないんですよね。ってことはたとえジェフコブと対戦して俺が5秒で負けたとしても俺東京ドームのメイン確定なんでしょ？なんかその辺ちょっと何か考えていただきたいですよね。何もかからない試合だったら俺は5秒で負けても何も悔しくないですよ。わかりました。
はい、他にご質問いかがですか。よろしいですか。はい、じゃあマイクを回しますね。昨日のたこ焼きの味美味しかったですよ。あ、よかったです。またおごってくれるの？いや、気に入っていただいて今日持ってきてくれたの？いや、持ってきてないんですけど。じゃあ何しに来たの？質問しに来ました。まあ6年ぶり3度目の G1 優勝ということで、はい、過去2回との優勝と、違いといいますか、どういった部分で違いを感じていますか。そうだな、違いですか。そうだな、でも怪我のこととかもありますし、年齢的な部分とかも考えて、やっぱ残されたチャンスっていうのはそう多くはないのかなと俺は自覚してるので、また来年頑張ればいいや、再来年頑張ればいいや、5年後でもいいかって思えるほど今の俺にとって時間的余裕はないので、そういう意味で今年の G1 クライマックスにかける思いっていうのもすごく強かったので、ここで結果を残さなきゃっていう思いは過去の優勝した時よりも強かったかもしれないですね。あと決勝戦の相手が岡田和親選手ということで、はい、その団体の命運を左右するような、試合をこれまで繰り広げてきた相手と、初めて G1 クライマックス決勝戦で戦ったということに関してっていうのを改めて振り返っていただきたいんですけど。新日本プロレスのレスラーにとって G1 クライマックス優勝決定戦の舞台ってすごく特別な舞台であって、岡田とはもう何度もシングルマッチしましたけど、まだ若手時代同じ部屋で寮生活を過ごした岡田と G1 クライマックス優勝決定戦という舞台で初めて向かい合えたこと、そして、その岡田に勝利して優勝できたこと、なんか今までの初めての優勝も2回目の優勝もすごく印象に残る優勝でありましたけど、それ以上に印象に残るしすごく価値のある優勝だったのかなと思います。それは対戦相手が若手時代一緒に過ごした岡田だからかな。はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあもう一つ。すいません、現時点の IWGP 世界ヘビー級王者は、真田選手です。で、昨日ちょっとそのイービル選手がベルトを強奪するような場面もありましたけども、この辺、少し話早いかもしれませんが、東京ドームの相手としてその辺は今なんかビジョン描いてるものってありますか。あまりちょっと昨日のそのイービルの動きとかあまり詳しくチェックしてないんでわからないんですけど、今現在たとえ相手が誰であろうと俺がメインイベントのリングに立つことには変わりないと思ってるし、その相手を倒し東京ドームで大合唱することが今の俺の一番の目標であり一番のモチベーションなので、今のところ対戦相手俺の対角線に誰が立っているのかということに関してはそこまで興味がないというか、あくまでもベストな状態で東京ドームのリングに自分自身が立つこと、そこが、一番、俺が
気にしてることですかね。世界ヘビー級王座になってからはまだベルトは持ってないですけど、はい、そこに関してよりもやっぱり東京ドームっていう部分が。そうですね、俺は IWGP ヘビー級王座への憧れはすごくありましたけど、 IWGP 世界ヘビー級王座に関してはなんなら俺ギリギリまで反対しましたからね。ギリギリまで抵抗したのが俺ですから。だから今現在で言うと東京ドームのメインイベントと IWGP 世界ヘビー級王座って言ったらもう比べられないぐらい明らかに東京ドームのメインイベントの方が上ですよ。ただそれは今現在であって、じゃあ実際東京ドームで獲得してみたら IWGP 世界ヘビー級王座っていうのがわーって俺の中でこう上がってくるかもしれないし、ちょっと分からない、取ってみないと分からないですけどね。現時点では一番のモチベーションは東京ドームのメインイベントに戻るということですね。ありがとうございました。はい、他にご質問いかがですか。よろしいですか。はい、それでは質疑応答以上とさせていただきます。この後は写真撮影という流れになりますが、一旦ここで会見は締めさせていただきます。ヤマダインフラテクノスプレゼンツ G1 クライマックス33の一夜明け記者会見以上をもちまして終了となります。記者の皆様、本日の発表内容につきまして取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。内藤選手、特に言い残したことありませんか。唯一あるとすれば、今日この会見をご覧くださった皆様、もう一回お願いします。内藤選手、特に言い残したことありますか。唯一あるとすれば、今日この会見をご覧くださった皆様、また会場でお会いしましょう。アディオス。はい、以上をもちまして終了です。本日もご視聴誠にありがとうございました。